こんにちは。包丁職人のパーカーです。今回は N690 と 440C の切れる鋼材同士のダマスカスを使って切り付け柳を作っていきます。鋼材に包丁の形を写し取ります。鋼材が小さくて中子の部分に影響がないサイズで取ったら 250mm の中途半端なサイズになっちゃいました。余計な部分をざっくり切り取ったので60番のベルトで外周を整えます。外周が整いました。焼き入れの時に吊るす用の穴を開けます。これから焼き入れに出します。焼き入れから帰ってきました。 HRC は61でした。焼き入れは専門の業者さんに依頼しています。ダマスカスの模様が少し浮き出ていますね。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なので、ここでバッチリ作っておきます。裏すきがきれいに作れていないと砥石で裏押しをした時にラインがガタガタになっちゃいます。裏面ができました。60番のベルトでキラと切れ刃を作っていきます。キラと切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。荒研ぎが終わりました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。このダマスカスは動画で何とか包丁にしていますが、いつも曲がりが少なくてやりやすいです。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。
400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。傷の消しやすさは普通のステンレス鋼とあまり変わらないですね。600番で400番の傷を消します。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。下地の時が終わりました。表面はこんな感じです。裏面はこんな感じです。しのぎはこんな感じです。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように、細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を使って磨いていきます。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作っていきます。上部に黒い樹脂、主体となる部分に青緑のスタビライズドウッドを使います。フライス板で黒い樹脂の平面をざっくり出します。
黒い樹脂に穴を開けます。中子が短いので引っかかりを作って、ここに接着剤が入ると抜けなくなります。スタビライズドウッドをカットします。赤い部分は今回使わないので切り取ってしまいます。ブライス板でスタビライズドウッドの平面をざっくり出します。スタビライズドウッドに穴を開けます。材料が揃ったので接着中です。固まったので四角に成形します。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。220番が終わったら400番で磨いていきます。400番をかけると模様が一気に見えやすくなりますね。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。
バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。このダマスカスは砥石のかかりはなかなかいいです。8000番の砥石で裏押ししていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いてすべて消えたら平らになった証拠です。最後に12000番の砥石で仕上げます。刃付けが終わりました。完成しました。表面を維持したままダマスカスの模様を出しました。動画で作った包丁は後でメンテナンスをする場合があるので、動画では絵付けはしません。絵付けをすると隙間はなくなります。裏押しは狭く一定です。峰と顎も鏡面仕上げです。
絵はスタビライズドウッドを主体に作りました。もやもやが動くのが面白いですね。試し切りしていきます。絵は汚れると嫌なのでつけずに試し切りをします。モッツァレラチーズって結構切りにくいですよね。食いつきが良くて切れ味もいいです。今回はダマスカスの色に合わせて絵も派手めにしてみました。他の模様のダマスカスも動画にしていますので、よかったらそっちも見てくれると嬉しいです。芯金のないダマスカスは素材によっては全く切れないものもあるので、選ぶときは使われている鋼材を必ず確認した方がいいですね。最後まで見てくれてありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価お願いします。インスタグラムとツイッターでオークションに出品予定なども投稿しているので、よかったらフォローしてくれると嬉しいです。